ヤッホーみんな生きしてる生きしじゃないときまるです。皆さんこんにちは。今日は経済的自由を達成するための7ステップ、デイブ・ラムジー流というテーマでお話ししていきます。先週ね、ちょっと本読んだんですけど、デイブ・ラムジーさんっていうね、アメリカのファイナンス系の専門家でもあるし、ラジオパーソナリティやってる人なんですけど、その人が、トータルマニーメイクオーバーっていうね、2003年ぐらい、だから結構古いんですけど、2003年に出してる本があって、それで、その経済的自由を達成するために7つのベビーステップっていうのを提唱しています。その内容を簡単にまとめてお話ししていけたらなと思います。で、結構共感できるような内容でもあったので、ちょっと自分流に噛み砕いてなんかお話できたらと思ってます。で、簡単にざっくり言うと全体的なコンセプトとしては、まずその借金を返すと。借金を返済する。ゼロを目指すっていうのが一つ。で、もう一つは自己責任と行動。返済した上で自己責任を持って行動していくと。で、さらに自己投資をしていく。それが経済的自由につながるっていう風な、そういう風なストーリーになってます。結構ね、アメリカではむちゃくちゃ売れた本みたいで、僕全然知らなかったんですけど、でも日本では多分日本語版で出てないと思うんですよね。調べたけどなかったような気がしていて。はい。じゃあ7つのステップ1つ目いきます。1つ目は、緊急資金を確保せよってことです。はい。これ具体的に、1000ドルっていうね、だから今で言うと15万円ぐらいなんですけど、大体日本円でいうイメージだとだから10万円を緊急用の貯蓄として用意しろっていうふうなことを書いてます。これが第一ステップ。日本ではよくほら生活防衛資金とかって言って月の生活費の1年とか2年分ぐらいは現金で貯金しましょう。現金で保有しましょうみたいな話ってあるじゃないですか。だからそういう感じだとは思うんですけど、これね、1000ドルっていうね、10万円なんですよね。15万円なんですよね。だから意外とこれはね、簡単にできそうだなとは思うんですけど、だから多分これは金額の問題ではなくて、ある程度まとまったお金を一回プールできるっていう、貯めるまでの能力みたいなもの。その第一歩としてそういう貯める力をつけましょうみたいなことだと思うんですよね。で、10万円って、何ができるかなと思うんですけど、でも意外とやっぱり緊急用の医療費になったりとか、何か家具家電が壊れた時の修理費になったりとか、あと車持ってる人であれば車の保険代とか修理代とか、そういうのに当てられたりとかね、しますよね。だから意外とそういうふうな緊急用の出費をね、カバーするっていう意味で、まず最初に10万円貯めろっていうことをお話ししています。で、おそらく多分その10万円だけでは不十分って感じる人もいると思うんですけど、だから貯められたらそこからどんどん、生活防衛資金を増やしていけば多分いいと思うんですよね。だから金額の大小よりも、ここでは習慣を作る。お金をまず貯める習慣を作るってことが第一ステップとして挙げられています。はい。経済的自由を達成するために2つ目の方法は、借金を雪だるま式に返済していくっていうことです。で、これ方法としては書かれているのは、まずすべての借金をリストアップします。自分がどんな借金をしているのか。たくさんある人、あるいはいろんなローンを組んでいる人はすべてリストアップします。で、そして、金額が小さい順に返済していくってことを書いています。だから利息率ではなくて金額ベースってことです。例えばこっちのローンを組んでて、それが金利 3% でとか、こっちが 5% で、金利が高い方から返済していくんじゃなくて、金額、トータルローン、つまり、30万円のものと50万円のものを借りているんだったら、その30万円の金額が小さいものから返していくってことです。で、これも最初のステップと一緒で、小さなステップ、小さな成功体験を積むことで、それがモチベーションになって、で、小さい、まず金額が低いものを返した後に、じゃあ次に取り掛かるっていうステップを踏むことができるんで、その方が勢いがつくっていうことを書いていますね。はい、ステップの3つ目、完全な緊急資金の確保がここできます。はい。だから1回目の10万円っていうのはもう本当に一番最初の取り掛かりであって、この第3段階、その借金を返した次の段階に緊急資金を確保せよっていうふうな順番が来ています。で、この段階でだいたい3ヶ月から6ヶ月分が一応この本の中では提唱されています。で、それくらい貯めることができると失業とかですね、そういう予期せぬような状況にも備えることができるというふうなことですね。で、さらにその予期せぬ状況に対応できる以外にも、やっぱりその精神的な安定感みたいなものが得られます。だから月、20万で生活しているような人は6ヶ月分なので120万。1年間だったら240万ですね。それくらいの現金をプールし始めるってことです。それが第3ステップになります。
はい、じゃあ4つ目なんですけど、4つ目は、収入の 15% を投資せよ。ですね。完全な防衛資金。家計が安定したら、次は、退職後に備えたね。例えば、15% の投資。401k とか RIA とかっていう、アメリカではそういうものがあるんですけど、それ日本にはないので、日本で言うとおそらく言い換えるなら、イデコとか、積立 NISA っていうことになると思いますね。で、これ皆さんご存知の通り、投資利益が完全に非課税になるようなものなので、そういうのをうまく利用しながら、15%、収入の 15% をそっちに回していくっていうことです。で、収入の 15% ってどれくらいかというと、20万、手取りが20万の人は3万円って感じですね。それくらいの分量になります。だからこれは自分の皆さんの手取りに合わせて一度計算してみてください。で、15% でそういうふうな積み立てに回して投資をしていくと。だからそういうふうな、例えば、配当が入るような株式を保有している方は、配当が入ったものは全て再投資していく。そうすることによって複利の力が働くので、雪だるま式に増えていくっていうことが起こります。はい、じゃあ5つ目。ベイビーステップの5つ目は、子供の教育資金を貯蓄せよというふうなことが書かれています。これはお子さんがいるような家庭向けってことにはなると思うんですけど、これが5つ目に記載されてますね。で、子供がいる場合、やっぱりその大学とか、早ければね、幼稚園、小学校、中学校から、いろんなお金がかかってきますので、それに対する養育費、教育費を貯蓄していくっていうことですね。で、合わせて書かれているのが学費ローンを避けながら、やっぱりその、金利が安いっていうのかな、自分のその貯蓄から、出していくような、貯蓄とか自分の株式から出していくような貯蓄用口座を作ったりとか、その積み立てを利用するってことが書かれてますね。はい、ベイビーステップ、6つ目ですね。6つ目は、住宅ローンの早期返済をするってことです。はい。これ家を購入している人に限るんですけども、家を購入している場合はもう可能な限り、早く住宅ローンを返済していく。で、完済した後はかなり自由度が増すっていうことが書かれています。で、家をね、まずそもそも買うか買わないかとか、ローンを組むか組まないかみたいな話はあるんですけども、これアメリカのことで、かつその20年前なんで、おそらくリーマンショック前になるんで、だから多分住宅ローン前提で書かれてるってことはやっぱり家を持つ人が多かったんでしょうね。今は多分ね、日本と同じくらいか、それよりも買わないぐらいの感じになってるのかもしれないですけど、だから住宅をね、保有するか、保有しないかっていう問題はあるにせよ、とにかく6つ目。これは住宅ローンを早期返済していくってことが書かれています。はい。で、完済した後は圧倒的に自由が訪れるってことで、それはそうですよね。家賃っていうのが一番その自分の生活コストの中で、大体、一番大きな割合を占めるものですから、それがなくなると圧倒的に自由になるってことですね。はい。じゃあ7つ目。最後のステップなんですけど、最後は、富の構築と寄付っていうことです。が書かれてます。で、やっぱりもう借金がなくなって、で、もうあとは住宅ローンも完済して、養育費の確保もできて、で、資産が増えていったら、今度はもう他者ですね。他の人に寄付とか、貢献を行う。で、それにより社会貢献を目指していこうっていうふうなことが書かれています。それが7つ目の最後のステップになります。なかなかね、この最後の富の構築と寄付まで行くのは難しいって思うかもしれないんですけど、そのために、やっぱりその10万円を貯めるとこから小さなステップがあるので、それを踏むことによって確実にそこに近づくことができるというふうに、僕は解釈しています。で、他にもですね、いろいろその重要なポイント書かれていて、例えばクレジットカード使わないとか、これは前回のウォーレン・バフェットの話でもしてると思うんですけど、現金主義をすることで、出費を少なくするとかね、リボ払いを避けるとか、そういうことが書かれていたりとか、あとやっぱ現金で使うことで消費をコントロールできるっていう部分があったりするとかね。そういうことも書かれてますね。あとはなるべくその節約生活を実践していくと。必要以上の贅沢を避けて計画的な支出を徹底していくことによって、コストがどんどん減っていくと。で、本当にその借金を返す必要がある人は、その生活レベルを一時的に下げてでも先に借金を返した方がいいっていうことです。これはもう当たり前ですよね。まずはもう借金の返済を第一優先にする。で、それが終わってからようやくその投資とか入っていけるってことですね。借金をとにかく返すってこと。
あとはその予算を明確にするみたいなことも書かれています。支出計画を立てる上で、自分の毎月の予算ですよね。どれにいくらかかっているみたいなものを明確にして、で、大体これくらいの予算っていうのを組み立てて、で、そうすることによって毎月の生活費っていうのが算出できるので、毎月が算出できるとその自分の年間生活費も分かってくるので、で、それに合わせて生活をなるべくしていく。その指標を自分の中で持っておくってことが大事っていうことですね。で、僕的には、クレジットカードっていうと、やっぱポイント貯まるからいいとか、あと最近はキャッシュレス決済で、割と家計簿とかに紐づくようになってるんで、逆に支出の管理、コントロールがしやすくなるんじゃないかなって思うんですけど、で、これはでもやっぱり慣れてる人とか、できる人できない人がいると思います。で、このデイブの意見としては、やっぱりクレカ利用が借金の引き金になりやすいってことを書いてますね。だからやっぱりポイントとかキャッシュバックっていうのは、どうしてもそれに惑わされて不要な支出を増やす原因にもなるんですよ。これ例えば、皆さんも多分経験あると思うんですけど、何かこのカードを使うと、どこかの店で 3% ポイントがつきます。5% ポイントがアップしますとか。もう最近そういうのがすごいじゃないですか。ポイント合戦っていうのかな。それがすごいんですよね。で、そうなってくると、じゃあ、このポイントが貯まる店で買い物をしようとか、そこにご飯を食べに行こうってことになるんですよね。で、本来であれば、それは行かなくても自分の家で自炊した方が圧倒的に安上がりなわけですよね。ただ、ポイント優遇制度とか、キャッシュバックがあるので、それに惑わされてついつい買い物をしてしまうということが起きてしまいます。だからそういう意味で、クレジットカードよりも現金がいいってことをこのデイブは書いていますね。はい。で、僕的には、やっぱり家計簿アプリとのちゃんと連携ができていて管理ができている。そしてそういうポイントとかに惑わされないような強い精神を持っているのであれば全然クレカの方がいいと思います。はい。いいと思ってます。そっちの方が圧倒的に便利だし、やっぱ現金を持つっていうのも結構リスクだと思うし、で、持ち物も増えますよね。だから本当に今キャッシュレス世界なんで、本当にクレカだけで行ける人はクレカだけで行った方が効率性は上がると思ってますね。で、かつね、この本が書かれたのが、やっぱり2000年代の初頭っていうこともあって、で、多分ね、その時ってそんなに、もう20年以上前ですから、そんなにキャッシュレス世界ではなかったと思うんですよ。おそらく。まだ結構現金派が多かったと思うんですよね。ただもう今2025年ですから、だからそれからもうね、20数年経ってるわけなんで、だから現在の、キャッシュレス環境とか、そういうポイント還元制度みたいなものを考えると、やっぱりクレカの方に軍配が上がるかなとは、僕個人的には思いますね。はい。はい。ということで、デイブ・ラムジー流の7つのベビーステップをお送りしてきました。まとめると、まず、緊急資金10万円を確保する。10万円を確保します。で、その後、借金を返済する。金額が低いものからね、複数ある人は借金をまず返済していく。で、その後で完全な生活防衛費を3ヶ月から6ヶ月分作る。はい。これは1年でもいいと思います。防衛資金を作る。で、その後で防衛資金ができたら収入の 15% を投資に回す。4つ目。で、5つ目は子供の教育資金を確保。教育資金が確保できたら住宅ローンの早期返済を目指す。住宅ローンがある人はローンを返済する。で、最後は富の構築と寄付。で、それによって社会貢献を行う。はい。これがデイブ・ラムジーの7つのベイビーステップになります。はい。ということで、そんな感じで、経済的自由をですね、求める方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい。私は経済的自由よりも物がない部屋を求めています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の放送で。バイバイ。